のささやきの朗読やそのシミは最初からそこにあったわけじゃなかった。引っ越して3年、6畳一間のワンルームで毎晩同じ天井を見て寝ていた。白いクロスに小さな照明、特徴のないどこにでもある部屋だ。だから気づいた。天井の端に昨日まではなかったはずの薄いシミが浮いていることに。最初は気のせいだと思った。疲れていたし、夜だったし、光の加減でそう見えただけだろうと、そう思っていた。だが翌日、昼間の明るさの中で見ても、そのシミは確かにそこにあった。場所も形も、なぜか胸の奥がざわつく。理由はすぐに分かった。それは、俺の実家の部屋の天井にあったシミと全く同じだった。高校生の頃、雨漏りでできたシミだ。丸く広がって中心が少し濃い。見間違えるはずがない。何年も見上げていた天井だ。その瞬間、部屋が急に知らない場所じゃなくなった気がした。気味が悪くなり、管理会社に電話をした。天井にシミが出てきたんですけど、この部屋って前の入居者っていましたか？少し間があって事務的な声が返ってきた。いえ、そのお部屋は新築扱いでして、前の入居者はいませんよ。言葉が詰まった。でも、築年数10年以上ですよね。建物自体はそうですが、その部屋だけ一度も人が住んだ記録がないんです。冗談かと思った。だが相手の声は終始淡々としていた。その夜、電気を消して寝ようとすると、天井のシミがやけに目に入った。昼間より少し濃くなっている。輪郭がはっきりとしている。まるでシミが広がっているみたいだった。嫌な予感がして実家に電話をかけた。久しぶりに話す母の声。なあ、俺の部屋の天井のシミってまだある？一瞬沈黙。それから不思議そうな声で言われた。あんたの部屋？そんなシミ最初からなかったよ。背中がじわりと冷えた。電話を切り、もう一度天井を見た。シミの形が少し歪んでいる。丸じゃない。人の肩みたいな角度ができている。その下で小さな音がした。ミシッときしむ音。天井の裏からだった。しばらくしてさらに音が増えた。何かが
上で寝返りを打っている。その瞬間、頭の中にありえない考えが浮かんだ。この部屋、俺の次の部屋なんじゃないか。天井のシミはその境目なんじゃないか。俺は怖くなって布団をかぶった。その下で確かに聞こえた。天井から低い声で。やっと帰ってきたな。翌朝、俺はこの部屋を出た。管理会社に解約を伝えると、最後に一言だけ言われた。次の入居者ですが、やっと決まりました。その住所を聞いて、息が止まった。それは、俺の実家の住所だった。今も、実家の天井を見上げるのが怖い。あのシミが、まだ浮いてきていないか、確認できないでいる。最初の着信は深夜2時を少し回った頃だった。寝ぼけたままスマホを見ると知らない番号。俺はそのまま無視をして画面を伏せた。数分後、また鳴った。同じ番号。嫌な予感がして今度は音を消した。それでも3回目、4回目と着信は止まらなかった。俺は仕方なく留守電を確認した。そこに残っていた声は男とも女ともつかない低くてかすれた声だった。まだ返してないよな。それだけ。いたずらだと思った。酔っ払いか番号を間違えたんだろうと。だが翌日も同じ時間に着信があった。留守電の内容も全く同じ。まだ返してないよな。3日目、4日目。必ず深夜2時過ぎ。さすがに気味が悪くなり、番号をネットで調べてはみたが、何も出てこなかった。5日目の夜、ついに電話に出た。耳に当てた瞬間、息の声が聞こえた。すぐ近くで吐き出すような呼吸。返す気ないのか。喉が鳴った。何のことを言っているんですか？一瞬の沈黙。それから声が少しだけ低くなった。忘れたのか。その言葉で記憶の底に沈んでいたものが浮かび上がった。10年前、深夜の駅前で落ちていた財布。中に現金はなく、古びた写真と小さな金属の鍵だけが入っていた。俺は交番に届けるのが面倒で、そのまま持ち帰った。財布は処分したが、鍵だけはなぜか捨てられなかった。引
き出しの奥に今も残っている。電話口の向こうで声がささやいた。それだよ。それを返してない。背中が冷たくなった。じゃあ、どこに返せばいいんですか？少し笑ったような息の音。わかってるはずだ。電話はそこで切れた。その夜、夢を見た。真っ暗な部屋で鍵穴だけが浮かんでいる。鍵を差し込むと中から何かが押し返してくる。目が覚めると枕元に見覚えのない土が落ちていた。湿った墓地みたいな匂い。翌日、あの鍵を持って外へ出た。足が勝手にある場所へ向かっていた。それは10年前、財布を拾った駅。改札の裏手、今は使われていない通路の奥。そこに小さな鉄の扉があった。鍵穴がぴったりとあった。鍵を回すと、中から安堵したような息が漏れた。だが、扉の向こうは空っぽだった。何もない。ただ、床に一枚古い写真が落ちていた。それは、俺が拾った財布に入っていた写真。ただ、一つ違った。写真の中で写っているはずの人の影が消えていた。その日から電話は来なくなった。だが、夜中に目が覚めると今でも思う。本当に返すべきものは鍵だけだったのか。その参道は地図には載っていなかった。地元では近道として使われていて、昼間なら何人かとすれ違う程度の道だった。俺も何度か通ったことがある。ただ、夕方以降は誰も使わない。理由は、なんとなく嫌だから。それだけだった。その日、仕事で帰りが遅くなり、日が沈みかけた時間にその道へ入った。街灯はない。足元は踏み固められた土と、ところどころに転がる小石。風はなく、虫の音も少なかった。不思議なくらい音がしない。数分ほど歩いたとき、背後から声がした。小さく、はっきりとした声。反射的に振り返ったが、誰もいない。俺は気のせいだと思い、歩き続けた。だが、数歩進んだところで、また聞こえた。今度は、距離が近い。喉が鳴った。冗談か、誰かの悪ふざけだろう。そう思いながら、わざと
足音を立てながら歩いた。すると背後の声も足並みを揃えるように続いてきた。3、4。振り返っても何もいない。それなのに確かに後ろから聞こえてくる。背中にじんわりと汗がにじんだ。歩く速度を上げると声も速くなった。5、6。距離が縮まっている。足音はない。息遣いもない。あるのは数を数える声だけ。ここで嫌なことに気づいた。数が増えていない。1、2、3と続いているはずなのに、同じ数字を繰り返さない。つまり、これは最初から終わりが決まっている数え方だ。俺はぞっとして走り出した。息が上がり、視界が揺れる。それでも背後の声は乱れなかった。7、8。数が進むたび、声が低くなる。まるで地面の下から響いてくるようだった。途中で足を取られ、転びそうになった。その瞬間、首の後ろにあったかい息がかかった。9。悲鳴が喉に引っかかった。その時、なぜか頭に浮かんだ。昔この道で行方不明になった人がいた。地元では夜に一人で通った。そう噂されていた。数を数える声を聞いたという話も。必死に道を外れて林の中へ飛び込んだ。枝が顔に当たり、腕を引っかかれながら無我夢中で進む。すると声が止まった。一瞬静寂。助かった。そう思った次の瞬間、背後で声が響いた。2、1。数が逆に戻っている。俺は理解した。逃げたことで最初からやり直しになってしまったんだ。最後に聞こえたのは耳元だった。0。そこで意識が途切れた。目を覚ますと病院のベッドだった。倒れている俺を朝方地元の人が見つけたらしい。医師は言った。心拍が一瞬止まっていましたよ。それ以来、俺は一つ変な癖ができた。背後に人の気配を感じると、無意識に数を数えてしまう。もし途中で数が合わなくなったら、それはきっと俺の後ろで別の誰かが数え始めている。
その部屋は条件が良すぎた。駅から近く、家賃も安い。築年数の割に内装も綺麗だった。唯一の欠点は1階の端という点だけ。だが防犯面が気になるほど治安の悪い地域でもなかった。俺は深く考えずにそこに決めた。引っ越してから数日、特に変わったことはなかった。夜寝る前に必ず鍵を確認する。癖のようなものだ。ガチャ、カチッと、確かに内側から鍵をかけた。その夜、夢を見た。ドアの向こうで誰かがずっと立っている夢。ノックもせず、ただ立っている。朝目を覚ましてドアへ向かうと違和感があった。ドアノブが少し重い。回らない。そして鍵が開かない。もう一度内側の鍵を回す。回らなかった。おかしいと思い、ドアノブをよく見ると、外側に見覚えのない鍵がかかっていた。俺の鍵じゃない。しかもかなり古い鍵だった。窓を開けて隣の部屋の住人を呼んだ。事情を説明し、大家を呼んでもらった。しばらくしてきた大家は鍵を見た瞬間、顔色を変えた。まだ残ってたんですか？俺は意味がわからず聞き返した。これって前にもあったんですか？大家は少し迷ってから話し始めた。昔、この部屋には一人だけ長く住んでいた人がいました。その人は夜になると外に出られなくなると訴えていた。原因は不明。警察も来たが異常は見つからなかった。ある朝、異変が起きた。ドアが外側から鍵で閉められていた。中にいたはずの人はいなくなっていた。部屋の中には生活の痕跡だけがそのまま残っていた。その鍵は処分したはずなんですがね。大家はそう言って鍵を外した。気味が悪いでしょうし、引っ越しも考えてください。その日は何事もなかった。だがその夜、寝る前にいつものように鍵を確認した。かかっている。俺は安心して布団へ入った。だが夜中、かすかな音で目が覚めた。カチッと金属の音。俺は息を潜めて耳を澄ます。もう一度、カチッ。ドアの方からだ。俺は恐る恐るスマホのライトでドアを照らした。ドアノブに鍵が2つかかっていた。内側と外側。
心臓が強く跳ねた。その瞬間、ドアの向こうで人の気配がした。近い。すぐ向こうに誰かいる。なのに足音はしない。ただ安堵したような呼吸が聞こえてきた。これで大丈夫だ。低い声だった。俺は理解した。この鍵は閉じ込めるための鍵ではない。外に出さないための鍵なんだ。電気を消すとドアの向こうの気配が動いた。その夜、俺は一睡もできなかった。翌朝、大家に電話をした。出ない。管理会社にもつながらない。ドアに近づくと、外側の鍵がまた一つ増えていた。古い鍵、錆びた鍵、形の違う鍵。どれもこの部屋専用にぴったり合っている。その時気づいた。鍵の数だけ出られなかった人がいる。夜になるとドアの向こうで気配が増える。誰かが順番を待っているように。今もこの部屋の鍵は増え続けている。俺が最後の一本にならないように。そう願っている。